私たちは普段消化できて吸収できるのはもう当たり前のように思っても何気なく食事をしています。で、本当に当たり前かどうかで、食物の消化と人間の創造または進化をテーマにタンパク質の消化に絞って3回に分けてお話しする予定で、今回がその2回目です。で、前回まずお話ししたのは動物の生存にはタンパク質を消化、それもアミノ酸1個か2個までもう寸断するほど徹底的に消化する能力が必須で、そのためには複数の消化酵素が必要であることで、人間はタンパク質の消化酵素が8種類以上あるんですけれども、中途半端な消化ではダメなので8種類を段階的に獲得したのではなくて、食べて栄養を取るという状態になったその時点で、最初の時点ですね、ほぼ全部持っていたはずで、そんな偶然は考えにくいですよ、そのように作られたと思われますよという内容でした。で、もう一つお話ししたのが、そのタンパク質を消化する酵素って例えば自分の消化管をも溶かしかねない危険物です。だけど全ての酵素が活性を失わせる余分なアミノ酸配列がついた状態で作られるおかげで、そういうやばい物質でも活性がないので安全に蓄えることができる。で、これがどれか一つだけそうだっていうんじゃなくて、全部なんですね。で、どれか一つだけでも活性型で作られちゃうと、できた途端に自分の周囲を溶かし始める、あるいは他の酵素もどんどん活性化してもうむちゃくちゃになるはずなんですけど、そうなってないのは最初からもう余分付きで作られるように設定された、デザインされたっていう、証拠だと思われますよね。で、一つや二つじゃなくて全部にそんな余分がついてるなんて自然現象では考えられませんよっていう内容でした。どの酵素にも暴発させない余分なアミノ酸がついているだけでもそう計画されたと思いましたけど、いざという時には全ての酵素からその余分が外れて活性型に変わるのはもうできすぎですよね。もうおっしゃる通りで、余分が外れないとか違う場所が外れるっていうんじゃもう消化できないんです。で、正しい場所が外れて活性化になって、で活性型になって、で自己増殖的にさらにはもう他の酵素まで活性化して消化していくっていうのも見事としか言いようがないですよね。で、そうじゃなきゃ困るでしょなんて言い返す人がいそうですけど、確かに困りますけど、そうでなかった時代、つまり最初から活性型でできちゃうだとか、消化管に出ても不活性型のままですなんていう時代がもしあったら、もう生存なんて不能なんですよね。つまり段階的に良くなったわけがありません。だけどこれを偶然と言うとしたら、これはもう宝くじ100回連続で当たった人が、いや私もう本当に運がいいんですよなんていうようなもんです。で、普通はもう2回連続の時点でご近所の噂になって、3回目には週刊誌で取材に来て、もう5回目と言わずもう4回目でも警察が動き出すと思いますよね。で、宝くじは純粋に運だっていうその前提、消化酵素の件だと進化は事実っていうその思い込みを一度見直してみたらどうですかっていう、そういうことなんです。その宝くじの例え分かりやすいです。無作為じゃないと気づくはずですね。子供の頃から進化は事実と聞かされ続けすぎて、ものすごく不自然なのに、私たちはみんなほとんどもう洗脳状態なんですよ。で、過去の私もまさにそうでしたから。でも起きてることがもうどう見たって普通じゃない。で、ちなみに今日は深入りしませんけど、不活性型で作られていざという時に活性型に変換されるっていうのは、実は消化酵素だけじゃなくて血液凝固因子だとか、前回のお話で出てきましたけれど、インシュリンだとかそういうホルモンとか、そういう生命維持に絶対必要な多くのシステムっていうのが同様なメカニズムで成り立ってます。で、血液の凝固なんて全部の関連物質そういう変化をするんです。洗練されすぎでもう自然現象でも考えられませんけれども、そのシステムの獲得に長い年月かけてたら誰も生き残れませんから、徐々に進化したとかもうありえないんです。で、おまけにどれか一つだけうまくいってても、例えばタンパク質の消化はバッチリだけれども血液は片っ端から固まるとか、そんな生き物生きていけませんから。で、全部できるってどういうことって先入観を捨てて少し考えれば、いや自然現象じゃないな、進化のわけないなって分かるはずですけどね。本当ですね。ところで今回はどういうお話ですか？忘れてた。で、つい話に熱が入っちゃって、で、失礼危険物の消化酵素は活性がない状態で作られて蓄えられるから、基本に
消化管に放出されるまでは安全です。でも放出されたら結局この活性型、つまりタンパク質を消化する危険物に変わるわけですから、今度こそ消化管が大ピンチだと思わない？はい、でもそれじゃあ安全に生きていけませんよね。そうよ、だけど特に例えば焼肉とかね、もつだとかホルモン焼きなんて消化管だけど食べたら消化されてそのままの形で出てこないのに、なんで自分の胃腸は、そのままの形を保てるんだろうって疑問に思わない？特に胃液なんて塩酸だよ。もう鉄でも溶けるのにもう消化管強すぎやろ。確かに自分の胃腸は生きているからですか？広い意味では正解。理由は大きく2つあるんだけど、1つは消化管の内側に免疫のバリアが張られていることです。で、攻撃する消化管とか消化酵素を分泌する一方で、自分を防御する弱アルカリの粘液も分泌してるんです。粘液ですか？なんかスライムみたいでぶっちゃけ気持ち悪いかも。いや、あかりちゃん、あなたみたいな可愛らしい人にそんなこと言われたら粘液が泣いちゃうよなんていう、それ冗談ですけど、粘液って実に偉いんだわ。見直してあげてほしいですね。動物実験でその胃の粘液を取り除く実験があるんですけども、取り除いたらもう胃酸でボロボロにもう胃が荒れて出血するっていうことが確かめられていて、厚みにしたら1ミリ弱、すごい薄いらしいんですけれど、でもそこにムチンっていう物質を、たくさん含んでいる弱アルカリの粘液が塩酸やらペプシンやら強烈すぎる物質からガチッと胃をガードしてくれてると、言葉で言うの簡単だけど pH1 台とかもうマジで鉄が溶けちゃうぐらい強烈な胃酸が1日2リットル出るんですよ。でそれをしのぐ粘液はマジですごいでしょ。もう偉いと思いますよね。でしかも食物が十二指腸に入ってくると水液がアルカリ性なんですね。で胃で使い古された塩酸を中和してくれます。うまくできてますねって、そうなんですけど、もちろんそうですけど、今度はトリプシンはじめもう激しい別の酵素がもう何種類も放出されるんですから、ノーガードじゃやっぱりやばいんです。でだけど十二指腸以下もその粘液が守ってくれてるし、粘液は消化管以外でも例えば随所で私たちを支えてくれてるんですよね。愛さないまでも肝がらないでほしいな。先生、年教師ですね。わかりました。だけどそんなに優秀でも人によっては胃潰瘍とかになりますよね。そうそう。でもちろんパーフェクトじゃないんです。で悪名高くピロリ菌だとかもうお酒の飲み過ぎとかね、鎮痛剤の一部では粘液の量が減っちゃって胃が荒れてしまうことがありますし、あまりに胃酸が過剰だとやっぱり守りきれないことってあるわけなんです。でだけどここでちょっと考えてほしいのは、粘液と胃酸とペプシンどれかが先に存在した可能性があるかっていうことなんです。で前回お話したように胃の消化酵素はペプシンという名前ですけど、実は余分なアミノ酸配列がついてて消化能力のないペプシノーゲンという物質で蓄えられていて、で塩酸と出会って初めて活性型のペプシンという酵素になるんでしたよね。で、さてペプシノーゲンを分泌する細胞、それから塩酸を分泌する細胞、そして粘液を分泌する細胞、これらは全く別々の細胞なんですね。でまずペプシノーゲンを作る細胞と塩酸を作る細胞、どっちが先ですか？でペプシノーゲンがあっても塩酸がないとペプシノーゲンのままで全然消化できません。で塩酸は逆に食物を変性はさせるけれども、ペプシノーゲンがないとタンパク質の消化が起こらないんです。これもう同時に存在しないとどちらが先でも役に立たないですよね。なるほど、その2つはセットですね。片方だけある時代はすごい非効率ですね。非効率どころかエネルギーを消費しても役に立たない物質を作るんだから有害ですよね。で進化論者が好きな適者生存の法則にももう思いっきり反してるし、無駄の少ない他の生物の餌食になってしまって、もうジ・エンドでしょうね。でそれからこれら2つ作る細胞と粘液を作る細胞のどちらが先か後かですけれど、粘液を作れないのに塩酸だけ出てしまうと胃の壁がボロボロになるっていうのは先ほどお話した通りです。で胃酸が出せるようになるのと同時かそれより前に粘液を出せないと、もう皆さん次から次へと吐血しちゃってもう誰も生き残れません。でも粘液だけあって塩酸もペプシンもないんだと消化もできないし、もう胃はただの食べ物の通路に過ぎなくなっちゃいます。でも胃がなくてもその先に膵臓があってなんとかなるんでしたよね。最初に膵臓があればいいとか言う人がいそうです。
そういう人いそうですよね。だけど胃酸がないと食べ物に付着している雑菌が殺菌されなくて、もうフリーパスで腸に入っていっちゃうんです。で、衛生面に配慮する近代人の食生活ならともかく、進化する前のなんのともう洗いもしないし加熱もしないで食べる野生的な生活だったとしたら、もう胃酸で防御しなかったら毎日食中毒ですよ。そこそこ衛生的に食事するから胃がなくても大丈夫なだけです。で、衛生面で遅れた国では一応は洗っても胃も持ってるでしょ。でもそういう人でも、つまり猛烈な酸で殺菌しても下痢が蔓延してますよね。で、原始的な食生活で胃酸がなかったら、もう赤痢やコレラなんて猛烈な菌でなくても、もう皆さん次から次へと死んでしまいますよ。そうか、胃酸が雑菌から守ってくれてるんですね。大昔なら絶対必要ですね。そうなんです。胃がなくても大丈夫なんて、もう平和ボケ、近代文明ボケもいいところです。で、さて膵臓のトリプシンは、消化酵素の主役なんですけども、これまたトリプシノーゲンという消化能力のない物質として作られます。で、分泌された先に小腸エンテロペプシダーゼって、この名前はこの際どうでもいいんですけど、聞いたこともない物質のおかげで活性型のトリプシンになる。で、これどっちか片方だけあってもタンパク質やっぱり消化できないんですよね。で、この2つも同時に存在しないと持ってる意味がありません。で、胃で話したのと同様にジエンドでしょうね。で、消化もされないし吸収もされないタンパク質じゃ、もう大量にそれが大腸に流れ込んだら、もうすっごい下痢で脱水状態になりますから、もう消化できなくて残念だったねなんて、そんなことじゃ済まない。もう生命の大ピンチです。で、それがもう毎日なんですよね。で、おまけに膵液はアルカリ性だって言いましたよね。で、そのおかげで胃酸を中和できて好都合ですけど、今話した膵液の主役トリプシンはなんと弱酸性で最も働くんです。もうできすぎでしょ。もう段階的に向上したなんて、もうナンセンスもいいところで、もう実はそれ私消化のこと何も知りませんって宣言するようなもんです。ペプシノーゲンと塩酸と粘液、あるいはトリプシノーゲンと小腸エンテロペプシダーゼ、これはもうセットです。で、これらを同時に獲得したと考えられるけど、そんなこと誰の関与もなく起こったりしませんよね。私たちが元気に生きられるように与えてくださったんだ。与え主はもちろん私たちを愛しておられるというのが私の結論です。今日はここまでにしたいと思います。次回ですが、いかに粘液が優秀でもあまりに胃酸が出続けると胃潰瘍になっちゃう話が出ましたけど、その胃酸が出続けないシステム、膵液が出続けないシステムがあるんです。で、すごいですよね。これらについて次回お話しします。お楽しみに。この動画でお話ししたことは、どこかの知らない誰かに起こっていることではなくて、見てくださっている皆さんご自身に起こっていることなんです。そのことに気づいて、ぜひ驚きながら喜んでいただきたいと思います。